はい、こんにちは。イボ痔に麻酔を打ったことがある漁師浜湯です。痛かったですよ、あれは。それはさておき、今回の食材の捕獲シーンがちょっとね長めにありますので、まずはそちらをどうぞ。はい、それではね、食材の捕獲シーンを見ていきましょう。エンジンをかけて出港していきます。僕ね、ちなみにこれ何回か今撮り直してるんですけど、このマイク出したばっかりで新品なのに、すごくよだれの匂いがします。僕のよだれはどれだけ臭いのでしょうか。さあ見ていきます。で、今回 GoPro9 を買ったので、これを試してレッツゴーしたいと思います。で、この口に加えるアタッチメント前から持ってたんですが、とある事情により使ってませんでした。ポイントに到着して受けを上げて見ていきます。アナゴカゴ漁ですね。で、1つ目のアナゴカゴにこんだけのでっかいアナゴがね3つも入ってました。で、このでっかいアナゴのことをベースケとかねデンスケとかって言います。で、このアナゴ一度逃げるとヌルヌルしてなかなかつかみにくいですが、ようやく掴んで入れることができました。じゃあね、パパッと見ていきます。2個目、3匹、3つ目3匹、2匹かな。で、4つ目、2匹、5つ目2匹、6つ目3匹難しいな、7つ目1匹、カゴが何個か覚えながらやかないといけないからね。8つ目3匹で、9つ目になんと0がやってきました。9つ目0です。で、10個目2匹と小さいタコがカサゴか、カサゴが入ってます。これは逃がします。さあ次は何個か覚えてますか。11個目ですね。めちゃくちゃでっかいねアナゴが入ってました。今日一ですね。僕の腕ぐらいあります。でもね、これよりでっかいアナゴもいるんですよ。で、12個目に、なんと4匹も入ってました。どれもねベースケばっかりですね。で、11つ目が、2匹で、16つ目もうむちゃくちゃだ。なんとねタコが入ってましたね。これには僕も思わず規制を上げて喜びを表現しています。で、タコをね同じところに入れておくと逃げたり他の魚を炒めたりするので、このような玉ねぎ袋に入れておきます。こうすることで安心ですね。玉ねぎ袋の口を閉じて池間の中へポチャリと入れていきます。で、小さいタコはもちろんリリースです。資源保護ですね。で、16個目、3匹、17個目タコとカサゴとアナゴが1匹です。で、18個目に3匹で、19個目に今ね19個目1匹逃げちゃいましたね。でね、どっから逃げたんだろうってね穴を探そうと思って穴を見たんですけど、穴もないしね、多分外から餌にかぶりついてたのかなと推測されます。で、ラスト1個を上げて、ラストは1匹でした。これでアナゴあれあれめっちゃ数間違ってる。18、あれまあいいや。で、20個ですね、繰り終わって、これだけね池間が真っ黒になるぐらいアナゴが取れてました。これは大量といってもね差し支えないぐらいです。20個でこれぐらいいたらねもう十分でございます。で、酸欠を起こしたらいけないので、タコとウマヅラハギは横の池間に避けておきます。で、こんなものをね買ったんですよ。でも船ってエンジンでやっぱ揺れるのでビリビリってなっちゃうので、もしかしたら揺れた映像になるかなと思ったんですが、こうやって確認してみると大丈夫でした。次は刺し網を上げていきたいと思います。でも全然正直ね先に言っちゃうといなかったですね。こんな赤エイとか、カレイとかあまりパッとするものが、取れませんでした。ですので短めにやっていきます。これはクロダイですね。で、これを設置したおかげで、別アングルからも撮れるようになったんで、今後ね期待していただけたらなと思います。で、今回、撮れた中で一番良かったのは、このヒラメ1匹かなっていう感じでした。それで全ての網くりが終わりまして、上げていきます。で、外していって、ちょっとね1匹ずつ見ていきましょう。まずオニオコゼで、クロダイ、オキソメバル、黒メバルで、ヒラメで、カサゴで、メイタガレイですね。目ん玉が飛び出ているのが特徴です。そしてマカレイ、今のカレイはねもう白子たっぷりなんですが、ガリガリに痩せているので逃がします。死んじゃったかな。生きてます。お元気で、また春にね高級になったらかかってきてください。そして最後にアカエイです。で、今回これだけの魚が取れましたというところなんですが、ほとんどアナゴとタコで、
ぐらいだという感じですね。帰ってきたらマダラちゃんがお迎えしてくれましたが、マダラちゃんの目当てはドライブでした。そして胴丸の方に穴子を生かしていきます。なんで胴丸に生かすかっていうと、穴子はちょっとでもね穴が開いてるとそこからぬるぬる逃げちゃうんですよ。で穴子がもし逃げた場合、このような網を使って穴子を持つと、ぬるぬる滑りません。ぜひね穴子を逃がしちゃった場合は活用してみてください。で穴子を全部生かしていって、でこの大きい穴子はもう中に入っても逃げちゃうので池間の方に入れて、今回穴子を使わせていただきます。でこれだけの大量な穴子が取れました。別アングルから見るとこんな感じです。でこちらの穴子は海の中で生かしておいて市場の方に出荷したいと思います。で今回この大きな穴子を使うんですが、締めるとこシーンは割愛で、締めたら水の中で血抜きをして持って帰りたいと思います。では、この支配からの卒業というわけで本日の食材がこちらです。はい、巨大穴子です。いやー、福田君、この穴子は一体何センチあるんだい？ちょっと測ってみるね。いやー、というわけで測っていこうか。まずはまな板を測る。60センチだ。そして頭を端に合わせて、で出た分だけを測る。25センチ。だいたい85センチですね。こうすると、このヌメヌメがついて洗う部分が短くできるというわけです。いや、さすが浜湯君だ。いいと思う。で今日はこちらの大きな穴子をやっぱ冬なんであったかく鍋にしていただきたいと思います。それじゃあやっていきましょう。レッツゴー。はい、じゃあまず穴子を移動して、で金田足でぬめりを取っていきます。ぬめりがねめっちゃね出てます。でこれうんちですよ。でこれ生かしとかないとねうんちが出てくるんで結構臭いんですよね。でぬめりを取っていきます。普通に流しながらしたのが一番いいですね。もう金田足が悲惨なことになってます。でそういえば、エプロン買ったの忘れてたんでエプロン履いときますね。よいしょ。これで OK。 はい、で完璧ともいかずとも軽くぬめりが取れたらこちらをまな板の上に移動して、まず穴子をまな板に目打ちします。目通してまな板に突き刺す。これでねこう引っ張っても動きません。で今回はよく研いだ100均包丁でやっていきます。もう穴子が大きいんでヒレの前から包丁を入れて骨の上をずっといったらまな板ギリギリまで包丁を入れていきます。ちっちゃいもやりにくいけどでかすぎてもやりにくいね。で一応お腹周りは開いたんですが距離がね明らかに足りないのでもうここで一旦切っちゃいます。よいしょ。身はめちゃくちゃ綺麗だしね、なんか脂乗ってそうですね。で残りもこう綺麗にね開いていきます。骨の上を。皮もめちゃくちゃ分厚いからなんか切る心配もなさそう。よし。はい、これで上半身が開けました。でも内臓がでっかいんで先に内臓をね内臓な状態にしとく必要があるので内臓にしときましょう。よいしょ。よし。で内臓がある程度取れました。これが穴子の肝臓で、これいい空っぽですね。サンマ食べてなかったのかな。でこれは卵巣かな、ちょっと分かんない。で次この骨を切って、よいしょ。で骨から横にね切っていきます。でもここまでのサイズとなるとシャーッといくとね失敗の恐れ高いんで慎重にいきます。よいしょ。はい、これででっかい骨が取れましたね。これだしに使おうかな。よいしょ。でようやくここで切って、よいしょ。で頭もだし用に真っ二つにしてみよう。よし。ではこっちが割れたら次こっち包丁入れて、はい、頭も真っ二つにできました。それじゃあこちらの穴子を一旦洗います。はい、じゃあこんな感じにある程度きれいに洗えたんで、一旦避けておきます。じゃあ次尻尾の方ですね。もう尻尾の方は汚れがつかないので、きれいに、拭いておきます。こうやって絞るとねやっぱ血が抜けきってないんでしょうね。ここのね血管の穴から血がやっぱ出てきますね。よいしょ。でこの子はもうね大名おろしでねいきます。
よいしょ、包丁を入れていって、なんか皮が硬いのが全然動かん。よいしょ。よいしょ。はあ、でこんな感じ。まあ真っ白で分かりにくいんですけど、いい感じにおろせました。油が多分すごい乗ってるかな。で反対はちょっとカッコつけて普通に三枚おろしにしていきます。で普通に失敗してるっていうね。むずいから大名に変えます。相変わらず大名だとめっちゃ硬いな。よいしょ。ここはもう切っちゃおう。よし。でヒレはもう取っておきましょう。よいしょ。はい、というわけで全部ねおろせましたのですが、もうちょいねこの子を解体しないといけません。でこちらをねまず半分に切っていきます。シャーッと真ん中切っていって、よいしょ。皮が硬くて切れないところは逆さ包丁で切りましょう。よいしょ。 OK で裏返してこちらのヒレを取る。2つとも取ります。でとりあえず1つはのけて、で次ここにねヒレがついてるんで、このヒレを返して、でこのヒレ骨のね、ヒレ骨ごとしっかり取ります。多分めちゃくちゃでかいからめっちゃ硬いんで、よし。で当然こっちにもついてるので、同じようにヒレ骨のとこ、取っていきます。よいしょ。OK。で次はこちらのね腹骨も取っていきます。腹骨っていうか腹膜っていうか、何かしらあるんですよ、骨みたいなのが。非常に薄くてね繊細なんですが、なんとか取っていきます。よいしょ。でこれで腹骨も取れました。 OK。 で今こうやって触った感じですね、ここら辺だけなんかすごいね血合い骨がある感じがするんで、このあるとこまででちょっと一旦切って、それでまあこの血合い骨を取っていきます。で反対も多分これでだいぶ違うかなと思うんですが、どうでしょう。はい、血合い骨が取れましたということで、これとこれでこれにできました。であんまり大きいんで、まあ軽くですが、骨切りをしていきます。こちらの小さいの、骨あるねやっぱり。なるべく皮目まで入れて、でこう分けていく。これが結構難しい。じゃあこんな感じで綺麗にね骨切りができました。でまあちょっと大変なんですけど、残りも全部やっていきます。お腹の方が少ないね。血合い骨は一応ある感じかな。よし。でこっちもできました。はい、というわけで全部骨切りできたら、次はね鍋用のサイズに、切っておきます。これでラストでよいしょ。はい、 OK。 はい、で鍋用まで切れたら、僕がね切れ字を病院で切った時のお話をしましょう。イボ痔でした。ある時からお尻にねイボができて、本当にねもう僕の小豆ぐらいだったんですよ。でそれをね指で押し込むと中に入るんですが、しばらくすると出てきちゃう。そしてもういても立ってもいられなくなって、痛みに耐えられなくなってきて、病院でね、切りました。その時に麻酔をイボにね刺したんですよ。めっちゃ痛かったですね。でその後切りました。バット。ちなみにこれが切った時の体勢です。でちょっと尻尾側のね皮を引いてお刺身にしてみます。尻尾の方から包丁を入れて、で持って皮をね引いていきます。穴子の皮引きは初めてですね。結構引きやすいな。よし。で皮が引けました。で裏面もこんな感じでめっちゃ綺麗にね美味しそうですね。で見た目は綺麗なんですけど、めっちゃ骨が多いんで、もう薄くね切ります。もうとにかく薄く切っていきます。
でもうお皿に盛り付けていきましょう。切ってのせていく。なんか花みたいなのを添えてやって、でまあみょうがとかレモンとかを飾れば、はい、穴子のお刺身完成。それじゃあ、あとは鍋を作るだけですね。まずケトルで湯を沸かします。それじゃあ土鍋を用意して、でこれにお湯をかけて散々面白いことやりながら洗ったのになんと取れてませんでした。こちらを土鍋の中に入れていきます。で水を加えて、酒も加える。で追い水、そしたらファイヤーで蓋をしてちょっと放っておきましょう。はい、で待ってる間に野菜を切っていきます。もうこちらシンプルに白菜とネギと椎茸です。じゃあこれらをもうねザックザックと切っていきます。よし。でネギは男は黙ってまっすぐ。よし。これみじん切りにしてチャーハンとかに使います。で椎茸はヘタを取るだけ。正直ちょっと疲れちゃったんで飾り包丁は入れません。よし。はい、これで白菜、椎茸、ネギで切れました。でだいぶぬくもってきたな。おちょっと火を弱めて、でアクはデビルなんでアクもね沈むんですよ、時間経つと。これをね取っておきます。なんかのね YouTube でこのアクが沈むっていうのを知ったんですよね。でまあちょっとアク取ったらもう全然ないや。OK。 はい、それでしばらくね煮込んでたんで取り出していきます。よし。はい、でこちらに味をつけていくんですが、用意するものがヘビーユーザーと薄口、それとおばあちゃん。まずおばあちゃんを入れます。でヘビーユーザーを、1ぐらい入れて、で薄口もとりあえず1入れ様子を見ましょう。でこれでちょっと味見。なんかうどんのつゆみたいやけどまあいいやろ。気持ちみりんを加えて、で野菜を入れていきます。まず白菜でネギで椎茸で主役の穴子を、真ん中ぐらいに入れて、で隙間に白菜。はい、じゃあこれでね蓋をして炊いていきます。はい、それじゃあできたので見ていきましょう。オープン。はい、めちゃくちゃうまそうにできました。穴子鍋完成です。それじゃあ運んで、お鍋小鳥、穴子のお刺身小鳥。はい、それでは浜湯特製大穴子の2種完成。大穴子の刺身と穴子鍋です。それじゃあおつけよう、始めようか。いや超絶楽しみです。いただきます。てかエプロン脱がんといきませんね。よし。はい、改めましていただきます。そして上級者のたしなみ、そして冷蔵庫からゴールデンタイム。だけどねいつもと違うんですよ。ビアホールって言ってね、もう見た瞬間買おうと思いましたね。なんかうまそうやろ。これを注いでみましょう。パーフェクト。それじゃあお疲れ、乾杯。最高だ。それじゃあまずはこちら穴子の刺身からいただいてみましょう。ちなみに僕もね食べるのは初めてです。一体どんな味なんでしょうね。いただきます。甘い。結構ねしっかりとしたねっとりとしたね噛み応えがあって、でなおかつね甘いです。おまけにこれ今日取れたてなんで甘みとか普通少ないんですけど、それでもこれだけね甘いんで、寝かせたら多分めちゃくちゃ美味しくなると思う。今でもめっちゃ美味しいんですよ。で骨もね薄く切ってるんでそこまでは気になりません。ところどころプチプチとね骨が刺さってちょっと痛いかなっていうぐらいで、僕は喉デリケートなんで、デリケートじゃない人は大丈夫。
まあサイズがサイズでね、骨も太いんで、もうちょい小さいアナゴで刺身したら多分ねめっちゃ美味しいと思うけど、大きいからこその脂もあると思うし、これはね一概には言えないですね。じゃあ次鍋を見ていきましょう。うまそうだな。それじゃあこちらのアナゴをついで、でしいたけ、ネギで葉っぱでお汁も注いでいただきます。果たしてどんな味なのか。うん、これはうまいね。ホックホクだし、骨もね全然気にならないです。ほろほろ。うん、そしてスープ、アナゴのね、アナゴの出汁かわからないんですけど、まあヘビーユーザー入れたんですけど、めっちゃ美味しい。しみるねこれ。いや、この刺身もね初めて食べて感動したけど、うん、僕はこのアナゴ鍋の方が全然好きですね。うん、今の日本語おかしいとかね指摘してる場合じゃないですよ。うん、今までいろんな魚の鍋食ってきたけど一番これ美味しいかもしれない。どれもこれもビールに最高だ気持ち悪いかな。はい、じゃああとはゆるりとごちそうさまでした。はい、皆様いかがだったでしょうか。大量のアナゴ漁とこんなね太いアナゴの料理鍋と刺身、正直ね僕あれぐらいのサイズ食べたことなくて、まあ言ってもこれぐらいなんですよね。だから骨がすごくて多分食べれないんじゃないかなって思ってて、ミンチにするしかないのかなって思ったんですけど、脂も乗ってねめちゃくちゃ美味しかった。これはね僕もう太鼓判ですよこれ。ほら。というわけで皆さん本日もご視聴ありがとうございましたじゃあね、バイビー。